はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて、今回はですね、待ちに待ったバルヘイム、アッシュランドのパッチテストが公開されました。イエイ！早速ね、パッチテスト当てて遊んでみたんですけど、まあ、ものすごく難しいですね。まあ、霧の地のね、不気味な感じというよりかは、もう今回はですね、もう地獄にふさわしく、殺意マシマシのバイオームになってますね。どこを歩いても敵敵敵みたいなね、そんな感じのバイオームでした。タコスも遊び始めたばかりなのでまだ全て把握してるわけではないんですが、ボス召喚までの流れはだいたい理解できたので、今回の動画は灰の地攻略仮ということでお届けしていこうと思います。ちなみに今回は、パッチテストなので、プレイする際は何があっても自己責任でよろしくお願いいたします。さて、それでは早速始めていきましょうか。さて、クソ長いロードとともにやってまいりましたタコスワールド。このワールドでね、解説していこうと思います。で、今回ね、言い忘れてたんですけど、パッチテストなので、もしかしたらワールドがね、なんかちょっとおかしくなったり、建築物壊れてたりとかしちゃう可能性もあるので、必ずね、ワールドデータとキャラクターデータとかはバックアップを取っておいた方がいいですね。一応オートでバックアップしてくれるようになってるんですけど、ちょっとね不安なので、手動でもバックアップは取っといた方がいいですね。概要欄の方にね、一応バックアップ方法記載してあるので、そちらを参考にバックアップしてみてください。さて、それでは灰の地攻略やっていきましょうか。まず一番最初にやることなんですけど、クイーンを討伐してたらね、外にムニがいますね。はい、よく戦ったっていうことで、って感じですね。まずですね、一番最初にやることはクイーンの討伐アイテムですね。それを確認しましょう。これですね。クイーンの討伐アイテムが立派な外角、これに変化してます。この立派な外角を手持ちに入れると、はい、積み重ねた骨と、あとは藁の敷物、そしてですね、これですね、職人の圧搾機。この職人の圧搾機をまずは作る必要があるので、これをですね作りましょう。職人テーブルのアップデートクラフトになりますね。はい、できたら近くに設置して、すると作れるクラフトが増えて、このね、遠板って呼ばれるね、クラフトが作れるようになります。まずはですね、これを作りましょうか。はい、作成できたらね、シールドコアとドラカールっていうね、新しいクラフトがさらに追加されます。で、まずはシールドコアとかも重要なんですけど、先にですね、この追加された新しい船ですね、このドラカール、この材料をねまずは用意しましょう。ちなみにですね、このアップデート後ちょっとよくわかんないんですけど、こんな感じのね、なんか地形がおかしくなってます。なんか緑の草原の芝生が出てますな。クワで鳴らしたら消えるので、別にそんなバグっていうほどでもないかなと思いますね。さて、用意できました。これがですね、新しい船ドラカールですね。いかにもね、海賊が乗りそうな船なんですけど、この船に乗って灰の地まで行きます。というのも、灰の地って水の温度が異常に高くて、普通の船で行ったら死にます。普通の船で行ったらね、暑すぎて途中で死ぬんですよ。そういう仕様になってて、ただこのドラカールっていうね、このクソ頑丈な船に乗ってれば安全に灰の地まで行けるっていうね、仕様になってます。で、このドラカールですね、そんなに速度が速くないので、できれば灰の地の近くにポータルを立てて、そこからね向かうようにした方がいいかなと思いますね。さて、それでは準備をして灰の地に出発しましょうか。はい、では準備ができました。こんな感じですね。結構シンプルかなと思います。はい、いろいろ試した結果、こんな装備でいいかなっていうのがタコスの感想ですね。まず高飛装備フル強化
で羽マント一応ね持っていくんですけど、基本はつけないですね。まあというのもこの下の欄にね非常に弱い VS 火って書いてあるんですけど、まあこれ火にめっちゃ弱くなりました。はい。まあ前からそうだったかちょっと覚えてないんですけど、まあ今回のアップデートで追加されたかはちょっと覚えてないんですけど、まあ基本的には使わずに高いところから飛び降りる際に装備して使うみたいな感じですね。で飯は鶏肉の蜂蜜焼き、肉料理でサラダ、そして体力ポーション、スタミナ持続、あったら嬉しい非耐性ワインで、武器がミストウォーカーと、まあ一応デモリッシャー持ってってます。でミストウォーカーはフル強化ですね。で今回タコス縦にしてるんですけど、まあバックラーでもどっちでも構いません。はい。で石海ですね。でボルトと、まあこんな感じです。結構ねシンプルだと思います。で今回ねおなじみの悪臭玉、単純玉等は持っていきません。はい。あんまり効かなかったんではい。ではそれではこのねドラカールに乗って灰の地に行ってみましょうか。よっ。出発進行。いや結構ねザ海賊船みたいな見た目でかっこいいんですよね。で灰の地はねだいたい南の方にあるので、まあとりあえず南の方を目指してもらったら大丈夫です。ちょっと手間取ったな。はい、そろそろね灰の地に着くんですが、はい、早速いましたね。灰の地の上陸を邪魔するヘビですね。ボーンモーっていうねヘビになります。こいつもねサクッと討伐していきましょう。まあ基本このドラカールに乗って、まあ、弓やもしくはまあ石弓をねペチペチしてれば、まあ、やられることはないかなと思いますね。ただねこう船にねめり込んで顔を出してくるんですよ。でその顔面めがけて石弓当てるみたいな。ダメージ食らってもまあこれぐらいのねダメージなので、まあそんなに強敵ではないかなと思いますね。倒せましたね。いやはや。で、ドラカールの耐久度がね3分の1くらいかな。それぐらいになりました。まあ船の耐久だけちょっと気をつけた方がいいですね。であの素材ですね取りに行くんですけど、なるべく船を近づけた方がいいです。この灰の地の海潜って一定時間経つと燃えて死にます。なので素材だけさっと回収して船に戻る。はい、これで OK です。で入手したのがボンモーの肉と歯ですね。はい、灰の地近づくとね今度はねワシを襲ってきます。こいつね結構うっとうしいんですよこいつら。まあ普通にね倒せるので大丈夫です。こいつらの素材もまあ必要なんですけど、まあ結構ね灰の地上陸してからも手に入るので、今ここで危険を冒してね海に潜って取るほどの素材ではないですね。このね岩のトゲトゲがねあったらもう灰の地は近いですね。これはね船の操縦テクニックが試されますね。
タコスはね、下手くそなので、なかなかね、ここが難所なんですけど。いやー転覆する、転覆する。全然ご機嫌ようじゃねえな。はい、陸地がね、見えてきました。まあ、これがですね、灰の地でございます。いきなり激戦になる可能性もあるのでね、ここでまあ、スタミナ酒とか飲んでおいた方がいいですね。さて、到着です。はい。まあ、早速ね、敵とかも、星付きの敵とかいるんですけど、まあ、順番にね、説明していきましょう。このツイッチャーっていうのが、まあ、主に、灰の地で倒すべき敵ですね。大半はこいつらです。で、他にもこんな弓兵がいたり、剣士の兵士がいたりとかしますね。結構ね、最初は難しいと思うんで、怖かったら大骨使ったらもらったら大丈夫です。OK ですね。さて、灰の地に来ました。まずはね、ポータルを立てましょうか。ここで死んだら最悪ですからね。基本的にもう敵がワンサかいるので、安心はできないです。はい。やばくなったらポーション使って、これはさすがにちょっと多いので黄金に使います。まあ大骨使うと比較的安全にはなります。で、暴れ溶岩ですね。あいつが結構爆発してくれると、まあこっちもダメージ受けるんですけど、敵にもダメージを与えると。まあそんな感じのスライムですね。で、説明が追いついてないんですけど、まあ今回もね、霧の地同様、ドベルグいます。はい。霧の地ほどね、ドベルグいないんですけど、まあちょっとだけいますね。でも結構頭悪いんですぐ死ぬんですけど。吸血味バフ取りに帰るか。まあ基本的にはあんな感じで敵がいっぱいいるっていう状況が続きます。それが灰の地ですね。大骨が切れたら一旦戻って回復するのを待つっていうね、戦法がまあ基本的には安全なんじゃないかなと思いますね。さてこんな感じでビビりながらもね頑張って進んでいきましょう。ちなみにさっきの戦士なんですけど、攻撃パターンがね何個かあってフェイントみたいなのかけてくるんで、まあちょっとねパリのタイミング難しいかもしれないですね。まあその辺は慣れです。基本的にはパリ取って片手剣でしばくのがまあ一番いいかなとは思いますね。で、まず序盤にね、何をするかというと、まあ、早速ですね、遠近と呼ばれる灰の地のね、鉱物を取りに行く必要がありますね。ここはまだ比較的アンチかな。あ、そんなこともね。結構この灰の地、ソロ難しいです。っていうか、ソロでボス倒せるんかなと思うんですけど、まあちょっとね、まだやり込んでないんでわかんないんですけど。
息ついてる暇がねえ。ふう。なんとかなったか。で、さっきね、おもむろにポータル立てたとこ、ここ一応ダンジョンになってます。で、このダンジョンもですね、攻略していくんですけど、まあそんなに長くはないです。ただ、トロールポジションのやつがこの中にいるので、まあそいつをね、倒す必要があるっていう感じですね。で、この中にですね、重要なクラフトを作るためのアイテムがあるので、まあ見つけたらね、行ってみる方がいいですね。ただ中にいるねトロールポジションのやつがちょっと強いので、できれば大骨が溜まってから行きたいですね。さっきの溶岩のやつなんですけど、爆発するとこの硫黄と炭鉱銀の粉っていうのをね落とします。まあこれもね重要なんで、特にねこの炭鉱銀の粉っていうのは攻略に必要なアイテムを作るのに必要なので集めた方がいいですね。ちょっと大骨が溜まるまで暇なのでちょっと探索してみましょうか。はい、今回もねこんな感じでドベルグの拠点がありますね。まあ特にドベルグの拠点で必要なものないんですけど、まあこれね新しい食材ですね。新しいキノコ取って、でこの煙だけこれも取っておきましょうか。で灰の地進んでるとこんな感じでね赤い岩あります。でこれ刺激与えると爆発するんですけど、爆破させるとこの炭鉱銀の粉をね落とすので、まあ見かけたら爆発しといた方がいいかなと思いますね。あそこのね遠くにモヤモヤがあるの分かると思います。あれがですねスポナーですね。こいつらのスポナーなんですけど、基本的に大骨バフがない状態で突っ込むと非常にまずいので、大骨バフ溜まってから壊す方がいいですね。ちょっと今は近くにおじいちゃんいるんで、おじいちゃんにちょっと助けを求めましょう。OK。なんとかおじいちゃんの力を借りてスポナー壊せましたね。ああおじいちゃんでスポナーを壊すとね焦げたドクロ、焼け焦げたドクロが手に入りますね。でさっきおじいちゃんを殺したこの溶岩なんですけど、絶対に近寄らないようにしましょう。死にます。はい、まあ見たら分かる通り死にます。でこの中に入って死んじゃうと装備回収が今の段階ではできないので、なのでね序盤で死んじゃうと地獄を見ることになっちゃいますね。それはね皆さん嫌だと思うので決して近づかないようにしましょう。追われてるんですけどスルーしてダンジョン入りましょう。腐敗の穴っていうダンジョンですね。このダンジョンにあるとあるアイテムがね必要なんですけど、歩いてるとこれですね、有用炉心っていうんですかね。このまあいわゆる核みたいなものが必要ですね。この核みたいなものを拾うと、はい、新しい建築物ポータルストーンが解禁されます。はい、ポータルストーン取るとモルゲンというね灰の地のトロールポジションが出てきます。まあこいつですね大骨バフないとちょっとめんどくさいので、まあ、できたら大骨バフある状態で戦いたいですね。ちょっと気持ち悪いんですけど、まあ怠慢だとねそんなに強くないですね。倒せましたね。では倒せたらモルゲンの心臓とモルゲンの剣ですね。これもね後々いろいろと必要になるので倒したら入手しておきましょうか。でマルチだとまあ大骨バフね3人以上だと掛け合いながら攻略できるので結
構攻略がはかどるかなとは思いますね。大骨が必要な場面がめちゃめちゃ多いので、ぜひね、友達をバルフェイムに誘う際はこのタルタコスをよろしくお願いします。はい。気をしといてください。お、あそこにね、モルゲンいますね。外で湧くモルゲンはね、結構ね、しかもあれスポナーの近くなんですよ。まあ、あんなのに近づいたらもうひとたまりもないので、逃げます。うわ、カオス。うわ、星付きだ。よかった、ポータル立てといて。これで4つ集まりましたね。あれ、今回モーガン出てこないね。あ、ちなみにね、チェストもあって、チェストの中にもちらほら落ちてます。では戻ってきたら、このポータルストーン設置しておきましょう。で、このポータルストーン、普通のポータルと何が違うかっていうと、まあ、タグはね、普通のポータルと共通なんで、これ今普通のポータルとつながってます。で、今ですね、鉄持ってるんですけど、はい、なんとポータル間移動できちゃいます。まあ、特にね、ワールド設定はいじってません。ワールド設定をいじらなくても、このね、鉱石をポータル間移動できるようになるクラフトがポータルストーンですね。で、ちなみに普通のポータルに入ってもテレポートはできないですね。普通のポータルからポータルストーンに行くのはテレポートできませんが、まあ、ポータルストーンから普通のポータルに行くのはテレポートできるっていう仕様になってます。さて、こんな感じでね、結構少しずつ攻略していくのがおすすめですね。もう本当にソロだと大骨溜まってから行くみたいな感じですね。または難易度をね、イージーに下げるっていうのも一つの手ですね。まあ、タコスはね、今回ノーマルでやってるんですけど、まあノーマルでも相当難しいので、最初はイージーに落としてやった方がいいかもしれないですね。ちなみにですね、灰の地、これ今昼間なんですけど、夜みたいに暗くなることあります。これは仕様なので、別に普通なので気にしないでください。はい、上にですね、何やらまがまがしいやつがいますね。あいつがですね、バルキリーです。はい。ちょっとね、今の装備でやり合うのちょっと怖いので、まあ、できたら避けた方がいいですね。まあ、別に大骨バフ使って戦えないこともないんですけど、まあ、結構強いです。なので、避けていった方がいいですかね。で、あそこなんですけど、スポナーあるんですけど、岩に埋もれてます。まだテスト段階なので、あんな感じのね、バグもあるので、あんなの壊せないんでね。見つけたらほっときましょう。お、いたいた。こいつですね。さっきフルボッコにされましたが、アスクスビン。こいつね、一応テーム可能なんですけど、まあ、今はね、とりあえず倒しましょう。こいつから出る素材で必要なのがあるので、うわ、また星付きだ。逃げろー。はい、ちょっと落ち着いたとこに来ましたね。こういうね、城みたいなところに入ると、このワインベリーの房、まあブドウがね、落ちてます。このブドウ次の食材になるので、あれば取っておいた方がいいですね。で、このね、ブドウを取ってるとたまにですね、はい、種がね、手に入ることがあります。この種を植えることによって、自分の拠点でね、ブドウを栽培することが可能なので、まずはね、ブドウを手に入れると同時に種も手に入れた方がいいですね。まあ、ブドウも1箇所見つけたらめちゃめちゃ手に入るので、ある程度取れたらも
撤退しましょうか。おらっしゃ。ああ。こいつの星付きはダメだな。よいしょ。ああ。きつ。はい。アスクスビンを倒すと、この尻尾と膀胱と皮が手に入りますね。これがですね、必要なんですよ。で、こいつらの素材を使って作るのが、この作業台にね、火山玉っていうクラフトが追加されてます。これをですね、作ります。アスクスビンの皮、そして膀胱、炭鉱銀の粉ですね。これを使って、この火山玉というね、アイテムを作ります。とりあえず目いっぱい作りましょうか。で、これがないとね、遠近が取れないので、このアイテムをね、作って遠近を取りに行きましょうか。で、あと遠近といえば、もう一つね、灰の地のアップデが来る前に取った皆さんね、遠近あると思うんですけど、これ使えなくなってます。まあ、古代の金属っていうね、謎の物体に変わってるので、はい。レシピも何にも出ませんね。なので、遠近ではなくなってます。もしかしたらアッシュランドのアップデで使えるかもしれないなと思ってた皆さん、残念でした。まあ、ここでね、遠近が使えてたら大ブラックだったんですけど、まあ仕方ないですね。そんなフライングは許されないと。ではね、火山岩の玉を取ったら、早速ね、遠近を取りに行きましょうか。はい、なんとかね、乱戦めっちゃあったんですけど、遠近早速取りに行きましょう。遠近ってどこにあるのっていうと、あれです。尖ったね、岩みたいな、キラキラしてる岩ですね。あれがね、遠近になります。ただ、まあ見てわかる通り、この溶岩にね、挟まれてるわけですよ。溶岩を渡らないといけないんですけど、溶岩をね、渡るためのアイテムが、この火山玉です。これをポイッと投げると、こんな感じで、足場を作ってくれるので、この足場に乗って、遠近の原石まで行きます。で、この遠近の原石ですね、非常に足場悪いんですけど、頑張って上まで登りましょう。はい、OK ですね。で、羽のマントを装備して、ここからね、遠近の原石を掘っていきます。黒金属のつるはしで掘っていきましょう。で、壊れると遠近の原石をね、入手することが可能です。このままね、どんどん掘っていきましょう。そしてね、崩れてくるので、完全にね、崩れるまでに、怖いからちょっと降りるか。こんな感じでね、羽のマント使って、溶岩からね、降ります。まあ、もしくは、このね、火山岩を使って、火山をね、渡ってもらっても構わないです。こういう形で、遠近のね、まずは原石を入手していきましょうか。で、掘ってると敵がめちゃめちゃ来るので、とりあえずはポータルを壊されないことを祈りながら、最悪墓になってもいいぐらいの気持ちで立ち回りましょう。怖い。さて、延期を入手できたら、溶かすために、こっちの拠点にね、持ってきたいと思います。さっきのポータルストーンを向こう側に設置するんですけど、まあ、石切り台のね、素材を持っていかないといけないので、はい、石切り台の素材とポータルストーンの素材持って、ポータルに出たら、早速、石切り台と、ポータルストーン設置して、あ、またつながりにくいな。これはね、おそらくバグだと思うんですけどね。で、つながりにくかったら一回ログアウトして、
入り直せば、はい、つながってますね。まあこんな感じで頑張って乗り切ってください。はい、これでね、ポータルストーン同士でポータルをつないでるので、まあ遠近もね、こっちに持ってくることが可能です。で、遠近はですね、この鉄の溶鉱炉に入れると溶かして遠近にすることができますね。はい、出てきました。これが遠近です。これを手に入れることによっていろんなね、防具、武器、そして新しいね、大鍋の改良素材とかもいろんなレシピがね、追加されます。ここまでが灰の地で取れる鉱石、遠近の入手方法です。まあ、ここまでね、相当骨折れます。多分めちゃくちゃ死ぬと思いますね。なので、心折れた方はちょっとイージーモードにするとか、建築無償を入れちゃうとかね。そういう形で、なんとかここまで頑張っていただけたらなと思います。さて、遠近を溶かしてる間にもう一箇所のね、この遠近も取りましょうか。いいよ。怖っ。お、危ねえ。死ぬとこだった。結構ね、掘ってるとすぐ囲まれちゃうので、なかなかね、思うように取れないんですよね、この遠近。怖い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 。シュン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 。あー、出たー。これはもう死を覚悟するしかない。この状況、無理っぽ。ですがね、バルキリーさんはね、敵をね、巻き添えにしてくれるので、まあ、その辺はね、ありがたいですかね。ブエいやー、地獄ですね。はい、では遠近を使って一番最初に作るのが、まあ、食事のアップグレードですね。まずは食事充実させていきましょう。この大鍋の改良素材、の脂肪とまな板ですね。これを設置します。ちょっと向きがあれですが、これでですね、新しい食事が追加されます。まあ、いろいろと追加されるので、作りやすい食事で言えば、まあ、スパイシーマーマレード、まあ、ピリ辛パイ、マッシュミート、まあ、この辺りですかね。この辺りを作ることによって、結構ね、生存率上がるので、とりあえずは食事をアップグレードしておきましょうか。さて、遠近がね、全然足りないので、まだ取りに行きましょう。さあ、地獄に行こうか。なかなかやな。滑る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 。滑る滑る。え、何これ。いやー、助けて。あどういうこと今の。バグなのかしら。つらた。とりあえず、火山玉作らないと。ああ。多分もう、この火山玉がない状態で死んじゃうと、もう墓回収できないんで積むんですよね。よっしゃ。帰ろう。多分上から崩していった方がまあ取りやすいとは思うんですけど、まあどうなんでしょうか。人それぞれかもしれません。よし。ほっ。OK。はばよ。2匹には2匹は無理。いやー、助けて助けて、誰か。助けて。あ、苦し紛れの黄金使っとくか。やべえ、敵がいすぎてパソコン持て。届け。よし。あ、もう無理だ。
もう終わった。いや、まだだ。届けー。あ、ダメー。いや、でもまあまあまあ、多分敵はどっか行ってくれるから大丈夫か。はあ、さて、そんな苦労がありながらも作れる灰の地装備がこんな感じでございます。じゃん。はい。遠近の胸当て。遠近装備ですね。重量装備になります。灰の地の。で、注目すべきが灰のマント。まあこれ、灰の地で作れるマントなんですけど、攻撃スタミナマイナス 10% のブロックスタミナマイナス 20% がつくので、まあ結構ね、近接武器使う方には装備しておいてほしいマントですね。で、あとは遠近の盾、ニーズヘッグ、そして灰の地の食事。ここでまだ中盤ですね。ここから終盤までものすごい地獄が待ってます。この装備でもやはりフルボッコにされてしまうような場所がこの灰の地には存在するんですよ。ということでね、次なる地獄へ行きましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。